定期的に、今年はですね、先生術のライブを開催するという目標を立てて、毎月必ず1回は公開ライブをしています。で、そこでですね、私のガイアハウスの新時代先生術、プロ先生術コースを学んでくださっている皆さんにできる限り解説をしていただいて、皆さんが十分読めますので、いつも私の動画ばかりだと飽きてる人もいると思いますので、今年は積極的にですね、星読み練習参加している方に出ていただいております。なので、今回も私ではなく、星読みナビゲーターのお二人に解説をしていただきます。で、今回は日本のアイドルグループタイムレスの佐藤勝利くんについて先生術、新時代先生術での星読みとセプタグラムソウルジャーニーリーディングでのカードリーディング両方お届けします。で、新時代先生術っていうのは、ここにいる皆さんはご存知だと思いますが、もともと存在している西洋先生術。これはもちろん素晴らしいものなんですが、どうしてもほとんどの先生術師の方が今 YouTube なんかでも言ってますが、どうしても現代社会にフィットしきれない部分がある。昔ながらの分け方とかね、12星座別の分け方、ハウスの分け方が、今の現代社会にフィットしないわけです。もう皆さんも分かっているように、コミュニケーションの場もどんどん変わってきていますから。で、今に合うように組み替えていて、そして今を表すためには、もっと女性も働いてるし、女性もリーダーにまさになってますよね。これ西洋先生術で読み切れない部分。で、この女性がリーダーになったり、社会的な使命を頑張っていくっていうところは小惑星で読むんですが、そこを積極的に読んでいるという特徴があります。で、ちょうど今日は、先ほどブログもあげましたが、3月8日は国際女性デーですね。結構海外では、有名なイベントがたくさん行われる日なんですが、まさに国際女性デーというのは、小惑星の大切さみたいなのも読んでいく。で、この小惑星はですね、別に女性だけを読むわけではなくて、男性もそれを含めて読んだ方が現代社会にリーダーシップを発揮しながら自分が主役の人生を送るためのヒントになるわけです。で、そこのところも全部ひっくるめて勉強しているのが新時代先生術。なので、西洋先生術にプラスアルファの要素が加わっているものとして受け取っていただければいいと思います。ということなんで、早速、今回はシリーズでタイムレスのメンバーを今見てるんですが、佐藤勝利君のバースチャートについて早速行ってみたいと思います。質問があればどうぞ皆さん書いてください。おはようございます。しおりさんかな、ありがとうございます。さとみさんありがとう。かるさんもありがとうございます。じゃあ、ここのところはもういきなり宮島ゆきさんにお願いします。ゆきさん、お願いします。はーい、おはようございます。では、勝利くんのホロスコープを読んで、見えてきたことをお伝えします。勝利くんのホロスコープは全体的に見るとバランスの良いホロスコープなんですけれども、2011年、まだとても若い年齢でデビューされてるんですね。で、そのため周囲からは苦労せずにデビューしたと見られることもあったかもしれません。しかし、努力している自分しか信じられない傾向があるということもホロスコープから読み取れるんです。たとえデビューが早くても人一倍努力しないと安心できないという感覚が強かったのではないかなと思います。そして、その努力自体が自己表現のエネルギーになっていきました。また、勝利君のホロスコープから仲間と一緒に上がっていく、成長していくっていうことも喜びであることもわかります。ただし自分を無邪気に前に出すということは少し苦手なようです。グループ活動は簡単ではないけれど、ソウルのテーマとして向き合う必要のある天体が入っていることで避けることはできなかったと思います。デビューは早かったけれども、自分らしさを出すことで非常に苦労されたと思われますが、勝利君のこの、最近のホロスコープを読むことで人生が大きく次のステージへ押し上げられるような流れになってきていると思います。以上です。ありがとうございます。ここにね、見えているバースチャートをギュッと凝縮して、すべてのね、天体の位置をアスペクトとともに見ていくと、今のような人物像が
湧き上がってくるということですね。じゃあ、もう少し先生術を深く追求していくためには、このバースチャートだけではなくて、今のこのバースチャートから数年経って、その時々でソーラーアークとかセカンダリープログレスとかトランジットって言うんですが、こういう3つを見ていくことで、時の流れを見ていくことができる。まあ、これこそ実は先生術の醍醐味なんですが、そこのところをちょっと聖子さんに説明してもらいたいと思います。はい、では引き続きですね、私が勝利くんの、お話をさせていただきます。まずデビューの頃なんですけれど、この2011年、まだとても本当に若い年齢でデビューされました。この頃の星を見ると、人生が大きく次のステージへ押し上げられるような流れが来ていたことがわかります。そしてまさに一人の候補生から一気にデビューへと引き上げられるようなタイミングがここからも読み取れます。ただ同時に本当は前に出ることが得意ではない部分もある方なので、戸惑いながら大きな舞台に立った可能性も感じられます。でもその経験があったからこそ彼は静かに努力を積み重ねてきたのだと思います。はい、では引き続き、次に大きな転機として見えてくるのが今回のタイムレスプロジェクトの時期なんですけれども、この時の星を見ると自分の力をしっかり使っていく決意のタイミングが来ていたことが分かります。今までは選ばれる側でしたが、このプロジェクトでは選ぶ側に立ちました。自分を強く出すことは本当は得意ではないかもしれませんが、それでも覚悟を決めて責任ある立場に立ったことが星からも読み取れます。そしてこのタイミングはもう一つ大きな意味があります。それは仲間や家族のような存在との新しい出会い。そしてこのプロジェクトを通して本当に信頼できる仲間と出会った可能性がここからも感じ取れます。そして最後に、これからなんですけれど、2026年から2027年にかけては、努力してきたことがより評価されていく流れが見えてきます。今までは静かに頑張ってきた人が、ここからはその魅力や実力に自然とスポットライトが当たっていく時期に入ります。若くしてデビューしたラッキーボーイと言われる存在から、これからは実力と人間力で評価されていく時期に入っていきます。そんな流れが星から見えてきます。そして今年は勝利君にとってはサターンリターンという人生の大きな節目でもあります。これから本当の責任のスタートになりそうです。そしてさらにバージョンアップした勝利君へと変容を成し遂げていくと思います。以上です。ありがとうございます。一回ちょっとね、このバースチャートの方で見てみましたが、どうですか二人、このまず先生術のところを見た限りで、なんか印象的なものっていうのはありましたか？そうですね。やっぱサソリ座が太陽星座ですけど、うん。人生後半は、いて座の小惑星を使って、この人はもっともっと活うん。躍していけるんだなっていうのが、このチャートから読み取れて、うん。で、面白いですよね。なんか、原くんとはまた対照的な感じのうん。方なので、うん。原くんは本当に努力を重ねて、やっと勝ち取ったデビューっていう感じなんはいはい。ですけど、この人は本当にもうスポットライトがもうそのまま当たって、うん。デビューも早かった。でもその苦労しなかったところがうん。勝利君の苦悩だったのかなっていう、なるほど。そういう感じ。深いよ。ゆきさんどうですか？いや、私もほぼ聖子さんと同じなんですけれども、うん。本当に、見た目はね、見た感じは本当にね、苦労されてないのかなって思えるんですけれど、まあ、ホロスコープからいくと、あの、ちゃんと、なんていうのかな、その課題のところに、うん。自分でこう表現していくっていうところがちょっと苦手なのかもしれないけれども、それが課題となっているところが、とても、なんていうのかな、すごく努力されているところうん。に当たるのじゃないかなと思いました。うん。なんかね、もう、典型的にスターのチャートなんですよね。だから、自分からガンガンガンっていかなくっても、パンって、ふって、スポットライトが当てられちゃうみたい。だから、まだそんなに、心の準備ができてない頃から、もう、はい、
あなたがデビューってなる。で、それって多くの人にとってはすごく羨ましいチャートなんだけど、そこに葛藤があって、本当は彼はもっとゆっくり努力しながら、みんなと一緒に苦労しながら進みたかったんじゃないかなって、これ見てると思いますよね。だからなんか人にこう羨ましいなって思うことってあるけど、もちろん原くんのチャートをこの間やって、なかなか努力してもなかなか外から見てもらえないっていうチャートを持ってる人の苦しみもあれば、彼はまだ努力をする前にいきなりスポットが当たってしまったことによって余計プレッシャーがかかって、こんな風にこう抜擢されちゃったら、それはそれで多分苦しいですよね。めちゃめちゃ逆にすごく結果を残していかなきゃいけない。で、すごく真面目で思いやりあふれて、他の人の気持ちもわかる、もう典型的な人じゃないですか。こうね、天体の位置から見ると。だから余計に本当は彼は逆だったかも、望んでたのは。スポットライトはもっと後でいいって思うタイプ。で、それぞれだからやっぱり試練や葛藤があるっていうのがよくね、わかりますが、でもそんな中で、ソーラーアークとかセカンダリープログレスを見ていくと、それでも彼が外に出なきゃいけない時があったり、さっき聖子さんが言ってくれた通り、いきなり、抜擢されるっていうところから、今度は自分が、ですよね、今回まさに1回目の時に、シノの読んだじゃないですか。あの、あれはまさに、昨日まで大学生だった子が急に行って、かつての勝利君なわけですよ。言ってみると。で今度は自分がそれをする側になったから、なんかその気持ちを多分一番わかる。そうなった時の気持ち。で、それが、こっから2025年のチャートからは、えっと、これね、その自分の過去の辛かった経験が生かされている。で、この一番切ないのは、誰もが分かってくれない彼の辛さを。いいじゃんだって、シノンもそうだけど、よかったね、ラッキーだよねっていう、なんかすっごい苦労してたのに報われない人はもう普通にみんなからこう認められるんだけれども、そうじゃないから辛さがわからない、人に分かってもらえないというところがちょっとこう切ないなっていう感じはします。で、ちょっとですね、もっと深く見ていくために、実はセプタグラム、ソウルジャーニーリーディングのソウルのバースチャート。やっぱりこれがね、これが一番深いということで、ちょっと聖子さんに解析してもらいましょはい。では、引き続き、今度はセプタグラムからの、メッセージをお伝えしたいと思います。こちらはソウルのバースチャートになるんですけれども、中心にいて座のカードが出ています。ここから感じ取れるのは、とてもおおらかで寛容な魂です。柔軟性がありながらも自分の中にしっかりとした信念を持っているソウルです。そして人の心を救い上げるような感受性を持ち、それを表現として届ける宇宙のメッセンジャーのような資質も感じられました。言葉にできないような繊細さや感性もとても強く、それが舞台や表現の中でクリエイティビティとして発揮されていく。また、カードの並びからはとても古い魂のような印象も受けました。これまでの魂の経験を培ってきたものが今世では表現者として役立っていると思います。だからこそしんどい経験があったとしても人はそこから成長できるということを魂のレベルで理解しているようにも感じます。そして最後に印象的だったのがペルセポネのカードでした。これは自分で選んだ環境ではなかったとしても、その場所の中で意味を見つけ、喜びを見つけて生きていく力を表すカードです。置かれた状況を受け入れながらも、そこから必ず学びを見つけ、最終的には中心で輝いていくソウル。そんな強さとしなやかさを感じるソウルのバースチャートでした。はい。では引き続き、今度は今の潜在意識を表すスプレッドを読んでいこうと思うんですけど、マキさんすいません。潜在意識の、出てます。すいません。はい、出てます。ありがとうございます。はい。今の状態ですけど、とてもコツコツ積み上げて結果につながる土台を作りたいという意欲が感じ取れます。個人としてというよりもグループとして理想を現実にしていきたい。仲間と一緒に活動を広げていくこと、そしてグループとしての成長にエネルギーを注いでいきたい
というのがよく感じ取れます。調和を大切にしながら長く続く、グループとしての形を作っていきたいという意思も感じられました。以上がセプタグラムの、カードからのメッセージです。ありがとうございます。なんか本当にそうですね。ペルセポネってすごく大事な小惑星として、新時代先生術でも読みますし、本当に自立していく人生とかね、本当の自分が主役の人生を生きていくときに、そのペルセポネをどうやって使っていくかということを知っている人が、大体うまくいっているっていうのがわかりますね。で、彼の場合も、とってもペルセポネの位置から、いろんな人の気持ちが分かって、その中で、なのに、だから本当はみんなと一緒でいたいのに、いつも、抜擢されちゃうみたいな。目立っちゃう。光が当たっちゃう。だから本当にそこが葛藤。でも、そこがわかるっていう良さが生かされていくっていうところに、もうフェーズにね、入っていくし、小学生は人生後半に、まあ彼がまだまだ若いけど、なってくると、本当にうまく使っていく人が、もう私2万件セッション経験があるわけで、間違いなくこれうまく使ってる人が人生後半に仕事のエリアで、社会的使命のエリアで成功してる。だからなんか本当にここからがすごい楽しみで、実は彼はラッキーな人じゃなくて、努力の人なんだっていうのが多分社会に今から見えていくと思いません？なんかすごい、なんか、本当河合さんがそうなんですよ。言ってみると、努力をしなくても抜擢されちゃったから努力家であることが世間に分かりにくいじゃないですか。このシチュエーション上ね。でも多分一番努力家なんですよ。なんでそこがみんなに見えていくといいなと思いますが、どうですか？お二人。そうですね。タイプロのオーディションを見て気づいたことがあったんですけど、うん。今回メンバーに選ばれた猪俣修斗君っているじゃなうん。いですか。うん。彼を見てると、今回のバッシャートの勝利君のやつを見て、あ、勝利君は多分自分と似たような人を選んだんだなっていうのがすごい分かったんですよ。とうん。いうのが、修斗君本当に悲しいことがあってもそれを絶対外に出さないし、すっごい努力してるんですよ。うん。うん。で、多分そういうところが自分とシンクロしてるのかな、まあ、シンクロというか、自分にこう重ねてみて、やっぱシュート君をまあ、私から見てすごい可愛がってるように見えるんですけど、なんか自分うん。をこう見てるような感じで可愛がってるのかなっていう、そういう感じがします。私は。うん。個人的にですけど。うん。なるほどね。本当に努力って、ほぼみんなしてるんですよね。やっぱり成功してる人っていうことですけど、してないように見えて羨ましいと思う人も、やっぱり本当に満件やってると、間違いなく共通点は努力している人なんです。ただそれが外から見えやすい人と見えにくい人がいるだけで、見えにくい人なりの、まあ、辛さがあって、なんかね、やっぱりそうですね。外に見てもらいにくいキャラクター的にもみたいな、の努力の姿を見つけるのはすごく上手なんだろうなっていうのはよくわかりますね。ゆきさんどうですか？あ、はい。先生術のホロスコープとそのカードがすごくリンクしているのがすごく印象的で、もう特にうん。その射手座のカードとか天秤座のカードは、まさにこれから、勝利君がね、力を発揮していくところに、出てるじゃないですか。で、それがうん。こう、いつも真ん中であったり、大事なところに、そのカードにも出てるので、あ、もう、勝利君はこれはい。からグループの中で、際立って、すごい、将来すごい楽しみに私はそうします。ですね。はい。これ本当に、伊手座のカードが真ん中に出たというか、このホロスコープで、普通に、ね、先生見てサソリ座生まれ太陽。でも、ほとんどサソリ座は実は強くないから、サソリ座と思って生きてると、あんまりいい方向に行かないんですよね。こういうのがもう本当先生術の落とし穴なんですけど、じゃあ彼は後半どうすればいいのかっていうのは、伊手座の方向に向かうのが一番いいんですよ。エゴ、セレス、ベスタ、伊手座の塊が彼がここからやっていくことを示していて、そしてセプタグラムの方で出すと、射手座が真ん中に出る。だからなんなら先生術のホロスコープがなくても、いきなりセプタグラムをやれば、
いて座の方向っていうのがちゃんと分かって、なんなら先生術よりもピンポイントで彼が進むべき方向っていうのがいくかもしれませんね。いて座がまさに、本当は努力してるのに努力してるのが見えにくい、おおらかな感じで見えるけれどもっていうところにあるので、ここに特化しているのかなと思いました。ということでありがとうございます。だからこんな風にね、さっとね、自分のやっぱり進むべきものとかね、これからの方向とか見れるのが新時代先生術セプタグラムのいいところですし、こういうのだけではなくて、今の世の中っていうのを読めますから、2026年、例えば私たちは新時代先生術で見てて、いろんな、なんか一つの、例えば、ブログを書く。でも、何かラウンジする。でも、いろんな要素を入れちゃくたくなっちゃう人が、あんまりこう、上昇していかなくても、もう、ここに、カラーセラピーに絞ってるとか、私はこれの専門家だっていうのに、こう、潔くそこに特化した情報を入れたブログとかね、そういうものにしておくことが必須の条件であるっていうことが分かってるから、その中でデトックスのクラスとかスピンオフクラスをお二人もやられてるし、風水のクラスとかも二人ともやられていて、カラー風水ですね。そうすると何をどんな風に取り入れればいいのかっていう、今までのベーシックだけじゃなくて、2026年はこんな感じでいいっていうのがお二人とも分かった上で講座をしてくださるので、やっぱり先生術知ってる人にね、やってもらうと、伴走してもらうと、今の時代に合ったものができるんじゃないかと思っておすすめでございます。いろんな講座をお二人もされているので、ぜひググってみてください。ということで以上です。最後に一言ずつじゃあ言って終わりましょう。聖子さんから皆さんに一言。ありがとうございます。タイムレスすごい好きなんで、これシリーズ化で、マキさんよろしくお願いします。ということで。はい。まだね、はい。見てないはい。方とやりましょはい。おう。願いします。はい。ゆきさんは。はい、今日はありがとうございました。はい。やっぱり誰もがもう見た感じとは全然違ってて、努力や課題っていうのがこう与えられてるので、皆さんの中でもきっと私だけがとか、なんか私だけちょっとなんかはい。損してるようなことがあるかもしれないって思うかもしれませんけれども、勝利君のような、その見えないところできっと努力がいつか報われるということを信じて進んでいっていただけるといいなと思いました。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、ここまでにいたします。では。